今日私は群馬県富岡市にある群馬サファリパークにやってきました。サファリパークには何回か来てるけど、サファリバスから餌あげ体験をするのは初めてで、しかも今回のサファリバスは途中下車することができちゃうらしいから、何それ襲われないのって感じで、ワクワクドキドキが止まりません。ケロケロ。夏休みに入ったってこともあって、チケットがほぼ売り切れで、動物さんにバスの中からご飯あげれるプランは14時半からのしか残ってなかったので、その時間のチケットを事前に購入してきました。車を駐車場に置いてサファリバスの集合場所に行くんですけど、体験時間の10分前には集合するように書いてあったので、14時15分頃に集合場所に向かいます。チケットを乗り場の係の方に見せて、バス乗り場でしばらく待つと、今回乗るバスがやってきました。体験用の動物さんのご飯をもらってバスに乗り込みます。あらかじめ座席は決まっていたので、スタッフさんに指示された席に座りました。バスの車内では飲み物は飲んでも OK みたいです。さっきもらった動物さんのご飯セットの中にお肉はなかったので、生物は別で後で渡されるみたいです。このバスの参加者だっていうことがわかる札をつけるように言われたんですけど、途中下車があるからわからなくならないようにですかね。餌をあげてもらうときに開けてもらう小窓になっております。ついにバスが動き出しました。ゲートをくぐって一番最初はアフリカゾーンで、ご飯をもらえると分かってるエランドとシマウマがバスの近くにやってきました。小窓を開けて葉っぱを出して待ってたら食べに来てくれるってスタッフさんが言ってたんですけど、シマウマさんは目の前でもぐもぐしてるだけで、私の葉っぱを食べずにどっかに行っちゃいました。でもそうこうしてるとやってきた水牛さんが私の葉っぱを食べてくれました。大きなお鼻と口がむしゃむしゃ葉っぱを食べてるのは、犬や猫とはまた違った可愛さを感じます。へにょへにょしてる葉っぱは餌やり用の金網が二重になってるから、外に出すのがちょっと難しかったです。もちろんご飯があげられないゾーンでもバスを止めて動物さんを見ながら解説をしてくださいます。サイは視力が弱くて20から30メートル先までしか見えない代わりに聴力がめっちゃいいらしいです。この先のアメリカゾーンにはたまに車に体当たりしたくなっちゃう北アメリカ最大の哺乳類アメリカバイソンの群れがいるからバス専用コースらしいです。普段はマイカーサファリ派なんですけど、このバイソンたちの群れが圧巻で、今回ばかりはサファリバスで来て本当に良かったなって思いました。こっちおいで。はい、どうぞ。うわ、すごい鼻息。この葉っぱはよく道端に生えてる手が切れそうになる葉っぱによく似ていて、動物さんたちに葉っぱを引っ張られるたびに指が切れる恐怖をちょっぴり感じました。バイソンの次に出てきたアメリカエルクは奈良の鹿たちみたいに角が1年に1回落ちて生え変わるらしいんですけど、脱皮みたいな工程もあるんだそうです。ケロケロ。アメリカゾーンの次は日本ゾーンで、入り口付近に奈良公園の鹿と同じ種類のニホンジカがいました。見た感じお気持ち程度の柵の向こうにお猿さんとツキノワグマが一緒に暮らしてます。ツキノワグマは雑食性だけど基本的には植物性のものを食べて暮らしているそうです。お猿さんたちもこんなのっぺりーっとしたところでよく出ていかないなって思うんですけど、それにしても赤ちゃんたち小さすぎませんか？日本ゾーンを抜けると次はウォーキングサファリゾーンだったのでバスから降りて歩きます。スタッフの方の説明を聞いてると待ちきれないロバさんが大声でおやつくれーって言ってました。
ウォーキングサファリゾーンの説明の後は、まずバスのメンバー全員で肉食獣さんへのお肉タイムだったので、肉食獣たちに会いに行きます。記憶にある限り人生初の肉食獣さんへの餌やりタイム。ホワイトタイガーはご飯ちょうだいって歩き回ってたんですけど、ライオンさんたちはあんまりご飯に興味なさそうに寝てて、お肉を差し出してみても食べに来なかったです。スタッフさんによると、ライオンたちは午前中は食べるけど、午後は暑くてバテちゃってあんまり積極的に食べに来ないんだそうです。でもやっぱりライオンよりホワイトタイガーたちの方が食欲旺盛です。お肉をあげ終わると集合時間までウォーキングサファリゾーンでの自由時間だったので、いろんな子に会いに行こうと思います。ラマをバカにしたいわけじゃないんですけど、こういう注意書きを見ると、今にも唾を飛ばしたそうな顔に見えてしまってちょっと怖かったです。ケロケロ。鹿さんの角を持てるコーナーもありました。左右合わせて体感5キロ以上はあるように感じたんですけど、そんなに重い角をずっと頭に乗せてるって肩こりしそうな気がします。ちなみに追加でおやつを購入できるところもありました。マーラの人参は券売機で1個100円でした。かわいいね。この群馬サファリにニホンジカは約60頭いるらしいです。そんなこんなしてるうちにあっという間に集合時間になったのでバスに戻ります。出発してすぐのゾーンはアジアゾーンで、しばらくはさっきのウォーキングサファリを車の中から見るって感じでした。次は猛獣ゾーンで、ここでも猛獣たちにお肉をあげることができるんですけど、再出発の前にお肉を1個100円で追加購入することができました。ホワイトタイガーは世界に250頭くらいしかいなくて、群馬サファリパークにはそのうちの11頭がいるらしいです。オスライオンって複数頭同じエリアに入れたら喧嘩するものだと思ってました。一直線に私のところにお肉をもらいに来てくれるだなんて。これまでのエリアではあんまり寄ってきてくれなかったからめっちゃ嬉しいです。ライオンかわいすぎる。いつかもふもふなでなでしてみたいなって思ってます。一周して一番最初のアフリカゾーンに戻ってきたら、帰宅時間のサイさんがお家に向かってダッシュしてました。動物園ではこんなに素早く動くサイは見たことないし、躍動感があってかっこよかったです。ついにサファリが終了してしまいました。ケロケロ。今回私は餌バスプラスっていうプランで楽しんだんですけど、他にもいろいろなプランがあるので気になった方はぜひ調べてみてください。私は夕暮れサファリとナイトサファリがめっちゃ気になります。群馬サファリパークには別途料金はかかるけど、サファリ以外にも動物と触れ合える施設がいくつかありました。今回は到着が遅かったので、サファリが終わってからだと全部閉まっていて体験できなかったので、次回来るときはもっと早めに来た方が良さそうです。今日も最後までご覧くださりありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。また見に来てください。バイバーイ。カエルの